人間は習慣で成り立っている。こんにちは、太郎です。30代までに必ずやめろ9つの習慣。人間は習慣の生き物です。習慣次第で人生は良くもなるし悪くもなるのが事実。特に30代という人生の大きな転換期の前に習慣の取捨選択ができないと、気づかないうちに時間とエネルギーを削られて、なぜか前に進まない人生になっていきます。仮に30代を過ぎていたとしても、今からでも遅くはありません。僕自身も30代以降にやめた習慣が多くあります。一番大事なのは今日から何をやめるかを決めることです。それでは早速やめるべき9つの習慣を見ていきましょう。1つ目が他人との比較です。現代は他の人の生活が簡単に見ることができる世の中ですよね。SNS を開けば誰々がどこに行った、誰々が結婚した、誰々が起業した、そういう情報を無作為に浴びているとシンプルに疲れます。そして無意識のうちに自分と比較しちゃっています。あの人は成功してるのに自分は何もしてないんじゃないかとか、逆にあの人は努力してないから自分の方が優れている、優位だとか、これを続けていると人の様子をチェックするのが癖になってしまって、自分の人生に集中することができなくなります。そもそもその他人の情報って必要ありますか？知り合いだったらね、直接聞けばいいでしょう。ただ、全く知らない人、他人の情報に価値はありますか？もちろん自分が欲しいと思っている情報を発信しているインフルエンサーだったりとか、あとはそういう情報系のメディアは全然価値があると思うんですけど、それ以外は無価値です。30代以降はやっぱり仕事とか家庭とかそういうところに注力していくので、無意味なこの他人との比較は本当にやめましょう。一つの手段としてはやはり SNS とちょっと距離を取るっていうのでかなり軽減されますね。僕は YouTube 以外のこの SNS アプリは削除しています。どうしてもね、この SNS 削除できないよっていう方は SNS 自体をロックするっていうアプリもあるので、そういうのも活用してみてはいかがでしょうか。ちなみに僕が開発したロックアプリもあるので概要欄の方に一応貼っておきます。二つ目が遅く起きることです。金曜日の夜、明日は土曜で休み。家に帰ってお酒を飲みながらネトフリを見て、スマホを見ながら寝落ちして、そして朝起きて、さらにまたダラダラと SNS を見て、気づいたら昼の12時。休日にやろうとしていたことがあるけど、気力は出ない。20代の僕がまさしくこれでした。正直夕方まで寝てたこともあります。遅く起きることの何が一番やばいかって、時差ボケ状態になるんですよ。ソーシャルジェットラグとも言われてますね。平日と休日で起きる時間と寝る時間が大幅にずれることで、体と心にいろいろな不調が出ます。あれって本当にこの倦怠感というか、体のだるさがすごいんですよね。この無気力状態というか、休日ぐらい遅くまで寝かせてくれという声が聞こえてきそうですが、それでも遅く起きることはやめた方がいいです。人間には体内時計というものがあって、この時計が体の調子だったりとかメンタルとかを調整してくれてるんですね。これが遅く起きることによって崩れてしまい、それが習慣になってしまうと心も体も疲弊して生活自体がきつくなります。なので平日と休日の起きる時間はなるべく一定にしておきましょう。遅くとも土日の起きる時間は平日の起きる時間プラス1時間までに留めておくことが推奨とされています。ちなみに僕の1日のルーティンをここにちょっと紹介しておくんですが、基本的に土日でも平日でも変わりません。早起きはね、メリットがめちゃくちゃあるので、いろいろ語りたいんですけども、長くなってしまうので、別動画の方を参考にしていただければと思います。3つ目は全ての人に好かれようとすることです。大前提、みんなに好かれるなんて無理です。あなたのことが嫌いな人は必ずいます。僕もね、結構嫌われてたと思いますよ。でもそれが正常です。そもそもですね、我々人類、ホモサピエンスの習性として集団で活動する中で、誰かに嫌われて集団から外されることは死を意味します。なので本能的に嫌われたくない、みんなから好かれたいと思ってしまうのかもしれません。しかし現代はそんな危険なところはありません。もし会社で仮に嫌われたとしてもやめればいいんです。全ての人に好かれようとする癖がついていると、自分を押し殺して相手優先になってしまって、結果不満が溜まっていくことになります。そんな負のループは断ち切っちゃいましょう。嫌われてもなんとかなるというマインドで生きていればかなり楽になります。4つ目がお酒とタバコです。仕事終わりに飲むお酒、休憩中の一服、最高ですよね。ですが、ほどほどにしないと人生が積みます。
まずは金銭面のダメージですが、タバコが高すぎ。僕が20歳を過ぎた時に300円から400円ちょっとに値上げしたタイミングだったんですが、今は600円って調べてもうびっくりしましたね。計算の前提としてタバコは1箱600円。で、これを2日で開けるイメージ。で、お酒は1日1本200円。で、これを1ヶ月約30日と仮定すると、月で1万5000円の出費です。これを年間にすると18万円になります。18万円ってやばくないですか？それと健康面のダメージも深刻です。タバコ酒は疲れやすくなる。あと集中力の低下、見た目の老化、あと生活習慣病になる。100害あって一理なしです。昔はね、少量の酒は体にいいとされてましたが、最新の研究でそれは完全に否定されました。僕の場合、お酒をやっていた20代よりも、やめた30代の方が圧倒的に活力だったりとか、集中力、あと体力も上がっています。生活習慣っていうのは、年齢が上がれば上がるほど改善するのが難しいんですよね。だから30代までにやめた方がいいっていうのも、一つ理由があります。しかし分かっちゃいるけど、お酒もタバコも唯一の楽しみなんだ。やめられないんだ。っていう方におすすめなのが筋トレです。筋肉なんか興味ない。筋トレしてムキムキになりたくない。とかそういう問題ではなくて、筋トレを始めると不思議とタバコとお酒の量が減ってくるんですよ。これマジです。僕も現に筋トレを始めてからお酒とタバコを完全にやめれましたし、周りからもそういう声を聞きます。これを聞いて筋トレをね、ちょっと始めてみようかなと思った方におすすめなのは、日体大の教授であり、ボディビルダーであるバズーカ岡田先生のチャンネルです。これ純粋に僕がめっちゃ見ててファンなんですよ。岡田先生のチャンネルを見れば、筋トレの技術、あとは必要性、あとモチベーションの向上、すべて学べます。ぜひ岡田先生のチャンネルを見てトレーニングいってらっしゃい。で、5つ目が関心の輪への期待です。関心の輪というのは気になるけど自分では変えられないことを指していて、7つの習慣で有名なスティーブン・コビー氏が提唱した考え方です。例えば他人の評価や感情、機嫌、あとは世の中の出来事、ニュースだったり天気ですね。さらに上司や会社の方針だったり、景気や政治、あと SNS の反応ですね。これらを変えようとしてエネルギーを注いでも無駄ということです。物価高や会社に文句を垂れたりとか、他人の不祥事をコメントで叩いても何も変わらない。むしろ自分の価値が下がるは同じような人を引き寄せてしまうわで逆効果です。そんなことよりも自分の行動で変えられることにエネルギーを注ぎましょう。例で言うと自分の習慣、努力、選択、使う時間、お金、エネルギー、あとは学ぶ内容だったりとか働き方、健康管理だったり人間関係の距離感ですね。ここに集中すると現実が少しずつ動いていくのが実感できます。6つ目が通勤です。これは入れるか正直迷ったんですけど、やはり通勤が奪うものはあまりにも大きすぎます。まず時間ですね。週5日、片道1時間通勤とすると、1日2時間、週10時間、1年で約500時間が移動だけで消えます。通勤中に何かやればいいじゃんという理想もありますが、現実は SNS や YouTube を見て終わる人がほとんどでしょう。自分も読書とか勉強とかしてた時期はありますが、結局なんか YouTube 見たりとか SNS 眺めたり、そういう風になってしまいます。あと何より人がぎゅうぎゅうに詰まった満員電車、ストレスの嵐。あと最近は刃物持ったやつもいるわ、モバイルバッテリーを発火するわで、もうパニック状態ですよね。さらに人が不特定多数集まっているということは、そういう感染症、風邪だったりとかのリスクも高まります。つまり通勤は時間を奪い、集中力を奪い、メンタルと健康を静かに削る。控えめに言っても通勤をやめる、もしくは減らすだけで人生は確実に変わります。しかしすぐ通勤なんてなくすことできないだろうっていうのが現実ですよね。そのために行動とか努力をして転職や環境を変えることは必要ですが、その先に通勤しない人生があるのであれば、それは十分すぎるリターンです。7つ目が過度な心配です。この変化の多い現代で先が心配になるのは無理もありません。ただ過度な心配は行動にストップをかけて思考だけ空回りさせます。起きてもいない未来を何度も何度もシミュレーションして心が疲弊して結果として何も変わらない状態に陥る。むしろ心配しすぎて良くない方向に行ってしまうっていうのも多々ありますよね。学生時代授業でランダムに指名されてなんか答えを言わされるっていうのあったじゃないですか。僕あれがめちゃくちゃ嫌で本当に心配というか恐怖だったんですよ。で当てられるか、過度な心配してる時に限って当てられるっていうね、こういうのありませんか？
人間って心配してる間は安全な気分になるんですよね。考えてるから大丈夫だと錯覚できるからです。でも実際には心配って準備じゃないんですよ。準備とは行動です。行動したものだけが現実を変えることができます。だからこそ過度な心配をする癖はすぐにやめて、できる行動は何かを自分に問いかけましょう。8つ目が稼ぐ努力からの逃避です。お金が全てではない。お金で買えないものがある。確かにその通りです。しかしこの資本主義社会、お金があれば自由になれることも確かです。僕は20代の時にお金あるに越したことはないけどどうにもできない。お金なんてなくてもなんとかなると自分に言い聞かせて収入を上げることに向き合いませんでした。その結果行動せずに同じ環境に居続け、気づけば30代。収入はほぼ変わりませんでした。そこからやっと目が覚めて意識が変わり、エンジニアへの転職などを達成しましたが、もっと早ければと後悔する時もあります。今振り返ると、あの頃の言葉は悟りではなくて、自分と向き合うための言い訳だったんですよね。稼ぐ努力から逃げると、選択肢が減って、自由が減って、人生はゆっくりとロックされてきます。嫌な環境からも抜けられずに、時間の使い方も住む場所も人間関係も選べなくなる。そんなの嫌じゃないですか。大切なのはお金を目的にすることではありません。お金を選択肢を増やすための手段と捉えることです。収入を上げる努力は自分の可能性を広げる努力でもあって、年齢は関係ありません。気づいた時が一番早いタイミングです。そして最後が環境変化への恐れです。環境が変わるのって本当怖いですよね。これも本能的なことが絡んでいます。人間の脳は変化よりも現状維持を安全だと判断するようにできていて、たとえ今の環境が辛くても退屈でも慣れている苦痛の方が未知の不安よりもマシだと感じてしまう。だから人間は不満を抱えながらも同じ職場に居続け、合わない人間関係を断ち切れず、本当は変わりたいのに動けなくなります。特に30代以降だとますます行動できなくなるのが現実です。しかし環境が変わらなければ景色も変わりません。振り返ってみると、人生がちょっと前に進んだ時っていうのはいつも環境が変わったタイミングじゃないでしょうか。よく人間関係、住む場所、時間、これらのどれかを変えなければ根本的には何も変わらないっていう風に言われてるのも納得ですよね。新しい環境へ移る時に怖さがあるということは、それだけ今までと違う場所に踏み込もうとしている証拠です。人間は環境に順応します。大丈夫です。怖さをゼロにする必要は全くなくて、少しだけ環境を動かしてみましょう。僕が日々の暮らしで大切にしている手放す技術や人生における心とお金にゆとりを生むための考え方を一冊の無料 ebook にまとめました。動画では語りきれないより深いマインドセットや具体的なルールを50個詰め込んでいます。もし今の暮らしに少しでも窮屈さを感じていたり、もっと自分らしく生きたいと願っている方がいれば、概要欄のリンクからぜひ受け取ってみてください。ということで今回は30代までにやめるべき習慣というテーマでお話ししてみました。もしこれを見てくださっている方が30代を超えていたとしても遅すぎることなんてありません。今が一番若い、一番チャンスです。このチャンネルではミニマリズムを軸に人生にゆとりを生む方法や思考を発信していきますので、ぜひチャンネル登録していただけると嬉しいです。あと、この習慣やめましたって方はコメントで教えてください。それでは次の動画でお会いしましょう。バイバイ。